空音の見えない世界のお話始まります。こんにちは。スピリチュアルカウンセラーの空音和美です。空音の見えない世界のお話、今日は3回目になります。3回目の今日も実際に見えない存在からの声をはっきりと聞いたというお話になります。どうぞお聞きください。これ実体験ですからね。もう今からもう10年以上前だと思うんですけれど、お友達にある方を紹介したいって言われて、で紹介していただきました。でその方すごく感じのいい方で、紹介していただいた方なんですけど、感じのいい方でお話もあって、なんか楽しくねできそうだなって思える方だったんですよね。で話も弾んで、また会いましょうねって約束をして、でその間にちょっと詳しくは言えないんですけれど、エネルギー交流みたいなことをしたんですね。あちらの方ちょっと霊気をされてるってことで、私はそのミュウのヒーリング、1回目でお話ししましたけど、ミュウのヒーリングをしてっていうことで、でもそこからちょっと意外な展開になって、私のとこにちょっと実は竜がいたんですけど、その竜がそちらの方の竜とくっついちゃうっていうことがあって、でわけのわかんないうちにそのお友達がね紹介してくださったんで、そのお友達の誘導でそのまま流れに任せてやってたんですよね。でもその時はちょっと変だなとは思ったんですけど、お別れして、でまた後日その紹介していただいたその方からお電話があって、またお会いしましょうっていうんで、お会いしたんです。でお話もまた弾んで、みんなで一緒に旅行に行きたいわねなんて話するくらい、神社がねとても詳しい方だったので、それで行ければいいですねなんていう話をして、で前向きにお別れしたんですよ。でそしたら、その方と別れてほどなくですよね、私車運転していったんですけど、運転中に、その方の名前が空音和美だとすると、ものすごいはっきりした男の人の声で「空音和美には気をつけろ、空音和美には気をつけろ、空音和美には気をつけろ、空音和美には気をつけろ」ってずっと言われるんですよ。もうね怖くなっちゃって、どうしてなんだろうって、あんな言い方なのにって思ったんですけど、もうね脅迫に近い感じですよ。だから、いやこれはちょっとって。でそれがね本当にどのくらい続いたのかな、少なくても3、4分は続いたと思うんですよ。もう分かった、もういいからやめてっていうくらい続いたんですよね。そのね、空音和美には気をつけろ。そうなんです。何だったんでしょうね。今にして思うと、やっぱりガイドが言ったのかなって、私のねガイドの人が言ったのかなって、そうやって防御してくださったのかなとは思うんですけれど、だからね家に帰ってあんなに楽しくお別れしたのにお電話しましたよね。わけのわからない理由でちょっとお会いできませんとか言って、そんなことがありました。本当にねその方が悪いわけでも何でもないと思うんですけれど、多分ねちょっとそういった何かわからないところの働きがあったんでしょうね。そんな出来事がありました。では気持ちも新たにまた次のお話になりますけれど、もうねこれで私の記憶のある限り、多分これでもうはっきり声が聞こえたっていうのはないと思うんですけれど、これはね去年の話なんですが、私ちょっと腰を痛めて全然動けなかったりして、結構便秘がひどかったりとかした時があったんですね。でいろいろ試してみてたんですけど全然ダメで、そしたら友達がね長々飲んでるものがあるんですけど、若干お高かったのでいつかは飲むかなみたいに思ってたんですけれど、
生還してたんですね。でそしたらある日の朝、もうね朝の4時半くらいに目が覚めちゃって、もうねその商品名ちょっと言えないんですけれど、例えばその商品名が何だろう、テレビっていう名前にしようか。じゃあテレビ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 ってずっとね耳元でねその商品名が聞こえるんですよ。いやでもねって、待てよと、それどうなの、今日じゃないんじゃない、今じゃないんじゃないっていうちょっと出来事があった日だったもんですから、いやーってちょっとねためらってたんですよ。でもねそれをね思えば思うほどねテレビ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 って聞こえてくるんです。もう観念しましてね、分かった分かった、じゃあ今日そのお友達に話してみるよって思って、それでそこから続けているんですけれど、そんなこともありました。きっとねこう私のガイドさんが話してくださってるとは思うんですけれどね、面白いですよね。で今日はとても短いですがあんまり詳しく話せないんでね、これで終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。それではまた。